はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月前半のタロットリーディングの星の補足説明させていただきます。よろしくお願いします。早速いきますね。はい、カペラノートのご予約ありがとうございました。PDF は11月28日から発売予定になっています。ノートも予約し忘れましたという方はちょっとだけ在庫を入荷する予定ですので、11月28日頃またサイトをチェックしてみてください。では行きましょう。11月前半、はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。エンペラー、ソード9、タワー逆、ペンタクルスの8、女教皇逆、フール逆、ペンタクルスエース。気をつけることは対策がカップページ逆とデビル逆とオラクルはソードの7逆です。頑張ってるっていう感じですね。とてもなんだかちょっとまず星の話させていただきますが、11月1日が蠍座で起こる新月になります。で、この新月はヤギ座の皆さんにとっては自分の未来を見ていくとか、これから先の自分に必要なことを願っていくとか、仲間とか協力者とかグループとかそういったこともとてもいいんですね。でも一番やっぱ自分がどうなりたいかっていう自分像に対しての願い事っていうのがすごくそれを意図していただくとその流れができやすいよっていうタイミングになります。そして、ちょっと先の話になりますが、12月7日以降はまたね、金星の華やかさとか美しさとかがヤギ座に11月8日から入ってくるので、またね、自分の価値っていうものをふんだんに感じてやっていけると思うんですが、少し今なんとなく自分の本来持ち合わせている魅力とか、もう本当にその自分らしいエッセンス、本質的な美しさとか価値っていうものがちょっとだけ見えにくくなってるのかなって感じがします。見えなくはないんですよ。全然あるんですけれども、自分がこんな風になりたいなって例えば理想を描いた時に、それは私にふさわしいって思うというよりは、こういう風になりたいなって描きながら自分の価値っていうのをどっかに見失っちゃってるみたいな、そんな感じがちょっとしたんですね。なので価値を見失わないでねっていうのが一つと、もう一つ11月4日に火星というバイタリティがね、獅子座に入るということで、またこれもね、他者に対しての他者に対して揉めていたこととか、自分が何か他者に言いたかったこととか、そういったことっていうのが11月4日以降ちょっと収束していくみたいな感じがありますね。そしてどちらかというと淡々と自分のために努力していこうとか、できることをやっていこうみたいな感じになるので、あまり表だった他者との争いとか、関わりとか競争みたいなのっていうのが減っていくっていう感じがします。11月4日以降。で、カードで見るとすごく自分に自信を持ってというかね、ここまでの流れの中で自信ついたよみたいな、よくやったわ私みたいなのがあると思うんですね。それは本当に素晴らしいことでいいことなんですけれども、なんだかどうですかね、ちょっとやっぱり誰かとの関係において何かあったのかなって感じもしなくないんですけど、なんか想定外の出来事で本当にその騙されたとかそういうんじゃなくって、本当に想定外の出来事で物事が急に変更になった。で、その変更になったことに対して詳細を聞いていないとか、なぜそうなったのかっていうのを相手に突っ込んで聞きたいんだけど聞いていないみたいな感じがありますね。なんかそんな風に細かいことを気にしたり突っ込んだりする自分って小さな人間だと思われたくないとかですね、なんかそんな感じがあるかもしれないですけど、いや突っ込んで聞いていいと思いますし、別に相手を責めるっていうことではなく、やっぱり詳細を把握する事態をしっかり把握するって大事なことですから、聞いていっていいと思いますよ。ただなんとなく感じるのは、相手もびっくりしてるって感じがするんです。まさかこんな風になると思わなかったからみたいな、そんな感じがあり、だから相手に詳細聞いても相手もわからないって言いそうなんですけれども、でもどういうことかっていうお互いの信頼は失わないように話し合いをしてもいいんじゃないかなというふうに思います。
そして今現在どうかって言った時に、とにかく毎日をコツコツ頑張ろうみたいな感じがあって、コツコツと日常を過ごしている。でその中でもじゃあどうしたらいいのかなっていうことで、いろんな方法をこう思い浮かべるようで、ビジネスにおいても今進んでいく方がいいのか、いや今引く方がいいのか、他者誰かの関係においても今自分がもっと積極的に言った方がいいのか、じゃあおとなしくしておく方がいいのかみたいな感じで、こう戦略をすごく考えそうな気がするんですよね。そうですね。もし例えば法的なこととか、そのルール、会社の中のルールとか法的なこととか地域の規約みたいなものに関してはしっかりと把握しておく方がいいでしょうっていうふうに言われています。変に自分の頭の中だけで戦略立てても、それがルール的に無理ですよってなったら意味がないので、そこは知っておくのはいいんですけども、ただ一番言われているのは、おそらくご自身の中で今何かの答えを出そうとしても、どうしても矛盾が生まれてしまうと。何かを決めてもこっちが納得いかない、こっちしてもこっちが納得いかないみたいな感じになってしまうので、全く関係ない第三者に相談させてくださいみたいな感じがあります。身近な友達でもいいかもしれないし、または専門的な誰かかもしれないですし、そうすることによって心がすごく軽くなるって感じがあるんですね。自分の中で何とかクリアにしようと思ってもがけばもがくほどそのことにとらわれてしまって、なかなかこうすっきりできないけれども、相談することによってスパーンと解決するっていう感じです。例えばの話ですけれども、例えばですよ、自然療法にすごく頼っているというか、自然療法で生きたいんだって思ってる方がですね、なんか調子が悪いと、体の調子が悪いんだって言って、でもなんとかこれは自然療法でデトックスでとかっていろいろやってるけれども、いや病院行った方が早いよねみたいな、そんな感じ。病院行ってちょっと薬飲みたくないかもしれないけど、飲むことによって体はすごく楽になって正常な判断、正常な行動ができるよねみたいな感じで、自分の中だけでクリアにしようとするのではなく、専門家に頼る意見を聞くっていうのが一番の解決策なんだなというふうに思いました。そして何か対人関係においては、他者の未熟さっていうものがすごくクローズアップしてるような感じがして、でも自分はしっかりしてるんですよ。ヤギ座の皆さんはしっかりしてるから、相手の立場のこと考えたら分かるけどみたいな、大人の立場から言うと理解できる、でも心は本当は納得してないみたいなね、そんな感じもあるかもしれないので、それも喧嘩するっていう意味ではなく、相手の意見を聞きこっちの意見も伝えるよみたいな姿勢がいいのかなと思いました。そうやってすっきりさせることによってちゃんとね、自分が納得する方法や、じゃあこの方法でいきましょうっていうのは見つかるよっていうふうに言われているので、安心してください。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見てみますね。ちょっとこっちでしょう。今感じてらっしゃるなんか納得いかないなみたいな気持ちっていうのは、誰かに相談したり話を聞いてもらうことで全然すっきりしますからね。そのことにはもうとらわれませんみたいな、もう手放しますっていうのも出てますので、そして新しい方法が出てくるっていうふうに言われてますのでね、解決方法が出てくるんだと思います。仕事、はい、ワンドエース、ワンド10、ソード6ということで、ちょっと無理してでも新しいことを始めるきっかけがあるっていう感じがしますね。でもその新しいことを始めるにはもうその分どんだけ準備しなきゃいけないのみたいな感じがあり、ちょっとそれがしんどいのかなっていう感じもしますね。でももう流れがそうなるような流れになってるんだったら頑張ろうかなっていうことで進んでいけそうです。自分でここまではやるかって決めたことはできるっていう感じがするので、変にそれをじゃあやりませんみたいにしてチャンスを逃す必要もないし、自分がどこまでだったら我慢できるかなとか、どこまでだったらやる覚悟があるかなっていうところで進めていただけたらいいかと思います。その新しく始める仕事なりプロジェクトなりものっていうものが必ずしも絶対に成功するっていうふうに保証があるわけではないので、それはやっぱり状況を見ながら臨機応変に修正しながら可能性を紡いでいくって感じがするんですね。なので
まずはちょっと一つ不確かなこととか不透明なことはここでちょっとクリアにしておきましょうということで、そのルールとか法的なこととか、何か最初の意図っていうものはしっかり把握しておきましょうねっていう感じがしました。そして人間関係見てみます。恋愛に関してはこの後すぐにちょっと別で特化した動画を撮りますので少々お待ちください。一般的に人間関係で見ますね。吊るし人、スター、節制ということで、人間関係に関しては結構我慢してることがあるのかなって感じがします。でも今なんだかちょっとちょっと年下の人とかね、もしくはちょっと未熟だなと思うような人との関係性っていうのはあるかもしれないんですけども、それも含めてどのような関係を作っていくかっていうのがまさに今試されてますよっていう感じで言われています。その自分にとって完全に理想だって思う人とだけ関わるわけじゃないですよね、世の中はね。そういう意味でなんかちょっと我慢させられてるなみたいなこともあるかもしれないし、でもそうかと思えばそうやって我慢する関係があるかと思えば、もう本当にこの人好きみたいな人がいたりとか、もうこの人にいたらいつも心が晴れやかになるとか、専門的なアドバイスいつもくれるみたいな、そういう人も関わったりとかして、すごく両極端ですね、人間関係においては。でも全部大アルカナなんですね、3枚とも。なので関係性は濃いです。とても濃い。そしてなんとなくちょっと気になる関係性あったのかなとは思うけれども、その分それで鍛えられたりとか、それを経験した自分っていうのはもっと素晴らしい人やもっと素敵な人と関わるチャンスもあるよっていうふうに言われてる気がしました。ちょっとねアドバイスを求めていってもいいかもしれないですね。そして最後にちょっとオラクル見てみたいと思います。ヤギ座さん、はい、このカードが出ました。どうですか？このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんの直感でメッセージを受け取ってみてくださいね。やっぱりね、なんか人間関係濃そうだし、特に誰かなってことですごくなんか苦手なのもあれば、すごくいいのもあってってことで、すごく濃い関係性の中で感じることが濃いんだなと思うんですけど、このカードもやっぱり何かしらそのコネクションがあるよとか、本当の目的に沿ってその目的を達成できるための応援が来てるよっていう感じですよね。すごく自分にとってご先祖様とかね、過去世の自分だったりとか、なんかそういった見えない存在が今一生懸命その目的を達成できるように応援してるよということで、特にこのカードが出てくる時っていうのは人間関係が濃い時に出てくることが多いので、やっぱり濃いんだなって思いました。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよって方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。ということでまたすぐお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。